Hello， 大家，几天不见，都过得还好吗？我呢这几天皮肤过敏比较严重，再加上睡眠品质也比较差，所以选择让自己休养了几天。也提醒大家，在这最炎热的天气里面，别忘了保重身体呀。人不只是在寒冷的时候容易生病，天气热的时候也一样。那么回过头来，伪装的真实之吻第9集迟了几天，现在让我们一起走完这部剧的最后一里路，完结篇这就来了。今日泊まっていったよ。会いたかった。俺も会いたかった。破坏气氛。寒い。本来以为马上要展开激情大战的，结果一个喷嚏直接喊停。さっき俺が連絡した時、仕事って言ってたけどさ、会社にいたの。很好，有什么话直接问，直接沟通。哎，ちょっと寄っただけで。なんとなく。哎，我才夸你们直接沟通而已，结果两个人开始又不坦率了。言いたいことあるなら言えよ。全は。なんか俺に言いたいことないの？现在就看你们谁先抢先讲实话，误会就解开了。やっぱ熱ある。哎，いや、ないよ。今日は帰るよ。俺がいたら休まらないだろうし。ちょ、待って。無理なんかしてない。いいから寝てろって。哎呦，小泉就以发烧为理由，好像他现在就是情绪特别脆弱，然后就这样子以此为理由逃避沟通，逃避他想要隐瞒的事实。俺はただお前に自分の体を大事から何なんだよ。哦，嫌なんだよ。お前にそうやって辛いの隠されんのが。会社にいるって嘘ついて二見と一緒にいたのあれなんだよ。要的就是问出来。俺よりも二見と一緒にいる方が楽しいか。お前、俺と二見に何かあると思ってる？是啊，其实误会解开之后，你们会觉得很荒谬的。そんなに俺のこと信用できない？好吧，两个人现在都有情绪了。不过透过这次吵架，让两个人更触及对方的心里话也好了。お前と会えないことより、お前に頼られないことの方が嫌だ。好了，两个人都回去冷静一下，也休养一下。一个在生病，一个出差回来很疲惫。只是回去不要胡思乱想误会没有及时解开，也可能会有风险。这是上弦月，前面都没有注意到，所以其实他们每次拍摄天空、拍摄月亮，那个月亮的盈亏也代表着他们的状态吗？今日ずっとあの感じだね。案件飛んだとか、女性関係とか。我们来看看最后一集，他们两个会不会发现他们的恋情？それって一家に持ってく資料？あ、そうです。俺持ってくよ。ありがとう。あれ、紫藤さん。他只是想要找个理由来看看那个人在不在，那个人怎么样。四谷知らない？あ、今日お休みですよ。熱あるらしくて。珍しいな。じゃあ俺はこれで。お疲れ様です。哎呦，还进公司？いるじゃん四谷。あれ、今日お休みじゃなかったんですか？午前休取っただけ。なんとか。哎，果然一个都在逞强，一个又不坦率。あれ、今日会食でしたっけ？いや、帰る。まだ定時ですよ。これから彼女と修羅場だったりして。哦，怎么猜的这么准？何してんねん。四谷まで。又误会。同期揃ってもうたな。二人揃って元気ないとか珍しいな。哎，而且你要是有那另外2个同事这么会看人眼色的话就好了。これ、似合てるやろ。昨日首藤と買いに行って。まあ昨日の今日やからまだ渡してないか。俺帰るわ。何ボケとんねん。プレゼント。喜んでもらえるとええな。
小梁想通了没？他买领带给你呀、今お前のせいで台無しになった。他要给你惊喜，被你讲出来了，有没有？小梁串起来了没？お前ごめんって。でも四谷が当てならそう言うてくれたらよかったのに。っていうかさ、お前らなんかあった？いつもの人やったらさ、怒らんと嫌味で返してくるとこやん。あ、いや違うんだよ。善はその善、何下の名前で呼んでんの？你该敏锐的地方不敏锐，お前ら俺がおらん間になんかめっちゃ仲良くなってるやん。えんちゃう？这个时候才突然变这种敏锐前。までバッチバチやってたやん。四つやんな。もともと人のええやつやからわかるけど。いや俺だって但是你可能也不够敏锐，这个时候就不应该把事情点破了，要假装不知道。お前にとって四つやってなんなん？亮は俺の恋人だ。哎呀，你是真不知道还假不知道？好吧，看起来应该是真不知道。いきなりあんなこと言って悪い。でもお前が変な勘違いするから。急に始まった二人とのあの勝負、あれ何なんだよ。来一次把所有误会解开吧。どっちがお前のライバルにふさわしいか勝負。可怜的小梁，还难过了好几天，误会了好几天了。恋人のライバルの俺だけがいいなんてそんなわがまま。だったら俺が今まで言ってきたわがままはどうなる？いいんだよそれは。恋人なのに片方だけが我慢したり努力するのはおかしい。まあそうさせたのは俺だよ。哎，是是是，其实都是互相的。小泉很棒哦，会说出自己对对方的不满，也会检讨自己。言葉にしなきゃ伝わらない気持ちだってあるのに俺は逃げてた。だから変わりたい。ライバルも恋人もお前だけだって信じてほしいから。怖かった。ずっと一緒にいたいっていう俺の気持ちが善の負担になってるんじゃないかって。そう思ったらさ、どんどん余裕がなくなって。是，结果你越怕自己造成他的压力，反而就越造成他的压力了。信用してるよ善のこと。亮これからはちゃんと伝える。かかってこい。嫉妬でも何でも受け止めてやるから。今回は引き分けだな。いや善の勝ち。でも嬉しかったな。俺の恋人だって言ってくれて。バカにしてんだ。してないよ。善はいつもかっこいい。昔からそう思ってるよ。だから俺は善のそばにずっといたい。啊，天哪！亮のことが好き。うわー！しまった。本番中にはなんとかいたします。你们两个告白半天，没看到那里有个人在讲那个话。不过他好像完全没有注意到你们，これでもかっこいいって言えるか？好像完全没有影响到你们对话。哦，無理して仕事詰め込みすぎて疲れただけです。善のライバルが俺だって証明できないと恋人じゃいられなくなるって思ってた。俺が選んだ男はいつからこんなに弱気になったんだ？俺の方が善のこと好きだからに決まってんだろ。お前全然分かってない。我也很爱你啊。亮が思ってるよりもずっと亮のことが好きだ。分かってほしくて今こんなに必死になるくらい。真真我嘎电奈是不是也是个谐音梗啊？你并没有完全了解这个拳。大好きだ。ずっと言えなくてごめん。对呀、もう十分。小梁幸福吗？你一直都没有喜欢错人哦，你喜欢的人也很棒哦，他也很喜欢你哦。这次是用纯白的心灵、敞开的心扉跟你相处，跟你交合。哇！
这次上床真的好纯净哦，跟前面那个好色的感觉完全不一样。你们两个走了那么多年，其实很多东西都还是没变呢。二見からめっちゃ電話来てたわ。悪い。到头来，他就只是一个无辜的被小情侣吓到的同事。満月だな。本当だ。代表你们的感情也圆满了。月が綺麗ですねとか言うね。言わないよ。俺はストレートに伝えられるから好きだって。晴れそうだな、明日の旅行は。もういい。お前も言えよ。久しぶりにずっと一緒にいれる。嬉しい。还是没有讲出关键字呢。慣れないな、この感じ。哦，结果小梁已经够害羞了。もう言わない。俺がいなくて張り合いないぞきっと。言ってろよ。じゃん。哎，这样一看，青年演员跟成年演员的小泉神情一模一样哎。あんまり言うと価値が下がる気がする。下がらないって。好啦，完结撒花最后一集呀、其实一切都如我们先前所预料的啊，剧情稳稳的落地，两个人呢把误会解开，这两个人透过斗嘴的方式，把所有真实的情感、真实的疑问、真实的对对方的在意，全部都说出来，一直以来存在的感情问题，终于透过了他们这一次坦率的对话解开了。两个人呢，这次上床不再是充满了占有欲和不安的想要占有彼此啊，而是因为了解了彼此的真心，了解了彼此真实的喜欢，而完全赤裸的把自己交给了对方。从此之后啊，这两个人，肯定还会再继续比拼的。我相信两个幼稚鬼不会就这样结束的。但是跟之前不同的是，他们不再需要以这些外在的事物为借口来间接传达对彼此的在意了呀。不过在最后一集，跟我所预期的不太一样的是，并没有来一场轰轰烈烈的史上最大尺度的床戏，反而呢，以一个最清纯的方式，在床上和彼此交融在一起了。是的，最色的一部剧，把我们用那样子激烈的开头骗进来，结果最后是这样子的收尾。可是你说我失望吗？反倒不会，反倒我觉得我看到了两位的人物弧光，两位的成长。是啊，好的感情，好的关系，就是让我们在其中都变得更好。都是让我们在其中都变得更有安全感，更少的角力，更少的不安，更少的情绪，更多一份保障，更多一份温暖啊！两位很幸运，在这么年轻的时候就遇到了真爱，就遇到了最适合彼此的另一半。我相信接下来他们无论有什么样的困难，都能够像这次一样，虽然中间难免有波折，但最后还是可以靠着对彼此的沟通，靠着对彼此的爱，让所有的事情迎刃而解。那么就祝小泉和小梁在他们的平行世界里继续幸福下去，也祝我们都可以找到一个顺畅沟通，跟我们100%契合，让我们在那段关系里安心的真爱。这部剧就看到这边，我们下次见，拜拜。